はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが質問です。あなたは誰かに謝るとき、まず何と言ってますか？でも実はだって言ってしまってませんか？同じすみませんでもすぐに許してもらえる人と、逆に火に油をさしてしまう人います。今日は育ちのいい人の謝り方4選ということでお話ししていきます。そしてこの動画の最後の方にさゆり先生の小話コーナーっていうコーナーがあります。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そしてまた皆さんにお会いできるように今のうちにチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。育ちのいい人の謝り方4選。まず1つ目です。言い訳から入らないことです。例えば謝る前にでも悪気がなかったんです、実は事情があって、こう言ってしまうと反省してないんだなっていうふうに思われてしまいます。なのでまず謝罪することです。言い訳は謝罪の後です。なのでまずは申し訳ありませんでした、ごめんなさい、すみませんでした、この一言だけで十分です。はい、では2つ目です。ちゃんと謝罪することです。例えばご迷惑をおかけしましたで終わる人結構多いですよね。もちろん間違いではないけど、本当に気持ちを伝えたいなら申し訳ありませんでした、この言葉を最初に伝えることが大切です。謝罪っていうのは長く話すものではないです。まずしっかり謝ることが大切です。はい、では3つ目です。相手の気持ちに触れることです。言い訳っていうのは自分の事情ですよね。それの反対です。例えば嫌な思いをさせてしまいました、ご心配をおかけしました、不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんなど、相手がどう感じたかを言葉にすると分かってくれてると伝わります。はい、では4つ目です。改善策まで伝える。ただ謝って終わったらこの人また同じことを繰り返すかもしれないって思われてしまうかもしれないです。なので以後気をつけますとか、次回からは確認を徹底しますなど改善策を伝えてください。では今日のお話をまとめます。謝ること、自分の非を認めるっていうことは負けを認めてるっていうことではないんです。謝るときは以下の4つを意識してみてください。言い訳から入らない、ちゃんと謝罪する、相手の気持ちに触れる、改善策を伝える。ここで皆さんに質問です。皆さん人に謝るとき気をつけていることってありますか？あったらぜひコメント欄で教えてください。では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ私の好きな著作家の一人、小林正観さんっていらっしゃるんですけど、今もちょっと亡くなられてて、その方が言った言葉の中で一つすごい好きな言葉があって、人生って人に感謝を伝えてちゃんと謝っていれば円滑に進むものだよって言ってて、でそれを聞いた時に確かになって思いました。確かに振り返ってみると、人間関係でギクシャクしてる時ってありがとうが言えてなかったり、ごめんなさいを言ってなかったりしますよね。この2つの言葉って本当に大事だなと思いました。で今日のこの小話の原稿を書きながら、私名言を思いつきました。それが何かって言ったら、ありがとうっていう言葉は人間関係においてサプリであって、でごめんなさいっていう言葉は人間関係においてお薬なんじゃないかなと思いました。これどういうことかって言ったら、サプリっていうのは健康を維持するために飲むものですよね。そしてお薬っていうのは具合が悪くなった時に飲むものですよね。それと人間関係も一緒で、ありがとうっていうのはいい人間関係を育てる言葉、そしてごめんなさいっていうのは壊れかけた
人間関係を修復する言葉なんじゃないかなと思いました。ありがとうがサプリで、ごめんなさいがお薬です。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。